皆さんごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速いってみましょう。質問1、スマホからパソコンを起動させるようなアプリはないでしょうか。2013年5月11日。質問2、ボールがうまくいきません。有線 LAN ルータ経由でインターネットに接続しているパソコンを3G 回線経由でスマホからマジックパケットを飛ばして起動しようとしているのですが、パソコンが起動できません。考えられる原因としては何があるでしょうか。2012年10月31日。質問3、スマホからパソコンのスタンバイスリープ状態を解除したいのですが、ボール等を使ってもうまくいきません。どうすればいいですか。以下省略。2017年4月30日ということなんですが、実は私も自宅に NAS を設置してようやくインターネットスピードテストでダウンロード500に Mbps 声を出せたり、 iPhone から Wi-Fi で NAS にファイルを転送した時に転送速度を常時 60Mbps 以上出せたりということができるようになったので、もはやノート PC の共有フォルダを使わないでもいいのかなとは思ったんですが、もし iPhone からリモートでノート PC の電源をオンにできれば NAS を設置しなくもノート PC の蓋を閉じていってもスリープにしていても好きな時にリモートでノート PC の電源をオンにして好きな時にノート PC の共有フォルダにアクセスしてファイルの読み書きができるということなら、お金をかけて NAS を設置しなくてもよかったのかしらと思うようになりました。ただもう後の祭り、もう3万円以上 NAS に使ってしまったよ。あはは。でもまあ NAS は使わずに PC 共有フォルダで済ませたいという方も多いですよね。ということで今回 iPhone から PC の電源をリモートウォールでオンにするということにチャレンジしてみましたので、ぜひ一度ご覧ください。あ、その前に重要なことなんですが、 iPhone からリモートで電源をオンにしたいノート型 PC は必ず有線 LAN で Wi-Fi ルーターに接続されていないとダメなようです。これはスリープにすると Wi-Fi に電源を供給しなくなるので致し方ないようです。なので私はつい最近ノート PC を Wi-Fi にしたばかりなのにまた有線に戻しました。わらわら。まあカテゴリー7の LAN ケーブル捨てないで取っておいてよかったです。わらわら。ということでこの点だけは注意して早速いってみましょう。1、BIOS の設定。まず最初に PC 側でベイク音乱を使用できるように BIOS の変更が必要です。私のノート PC レノボ X270 の場合、ピッという音が鳴るまで F1 キーを連打しながら PC を再起動するとメニューが出てきます。機種によって違います。コンフィッグ、ネットワークのところのベイク音乱を AC オンリーに変更してください。 F10 キーを押すとセーブ保存とエグジット終了できます。 BIOS の設定は以上です。2、Win のデバイスマネージャーの設定。デバイスマネージャーは検索バーをクリックしてデバイスマネージャーで検索すると出てきます。ネットワークアダプター、インテル R イーサーネットコネクション 4219LM をクリック。有線 LAN の方です。 Wi-Fi の方はいじる必要はありません。詳細設定タブのベイクオンマジックパケットの値をエナブルにして OK をクリック。さらに電源の管理タブで電力の節約のためにコンピュータでこのデバイスの電源をオフできるようにするにチェック。このデバイスでコンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにするにチェック。マジックパケットでのみコンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにするにチェック。つまり3つともチェックを入れて OK をクリックしてください。3、Win の高速スタートアップの無効化。 Win8 以降は高速スタートアップを無効化しておかないとベイク音乱が動きません。検索バーからコントロールパネルで検索。コントロールパネルからハードウェアとサウンドをクリック。
電源ボタン動作の変更をクリック。現在利用可能ではない設定を変更しますをクリック。シャットダウン設定のところの高速スタートアップを有効にするのチェックを外してください。チェックなし。変更の保存をクリックして終了です。4、起動させたいノート型 PC の Mac アドレスの確認。スタートメニューからファイル名を指定して実行をクリック。CMD と入力してコマンド。プロンプトにして IPC-ONFIG ALL と入力してリターン。イーサネットアダプタ欄の物理アドレスをメモしてください。例えば 30、9C、23、22、7F、49 と書いてあったら数字の間をに変えて 39C、23、22、7F、49 としてメモしてください。後で使用します。5、グローバル IP アドレスの確認。ルーターにアクセスすれば確認できますが、面倒なので https://www.batismip.com にアクセスして現在のグローバル IP アドレスを確認してメモしてください。なお、グローバル IP アドレスは定期的に変わってしまいます。都度確認するか DDNS を利用してください。6、ルーターの設定。ルーターの設定画面にログインしてください。192.168.11とクリック。ユーザーとパスワードを入力してください。招待設定。高度な設定でワンラン中継設定のところのワンラン中継機能を使用するにチェックを入れてください。接続先はそのまま。メインセッション。UDP ポート番号。この番号をメモしてください。7とか9に変えてもいいですが、そのままでもいいです。メモしてください。設定ボタンをクリックして終了です。7、iPhone で使用するウォールアプリの設定。iPhone で使用するウォールアプリは Apple Store に色々ありますが、今回は無料のリモートブートウォールアプリを使用します。Apple Store からダウンロードしてください。8、設定。自宅内で同じ Wi-Fi で iPhone から PC の電源を入れる場合と B、自宅外から 4G 回線で iPhone から自宅の PC の電源を入れる場合の2種類の設定をします。自宅内の場合、ネーム OR ホストナムは分かりやすい名前を自由に書いてください。Mac アドレスは読んでメモした Mac アドレスを入力してください。数字と数字の間はにしてください。IP アドレスは 255.255.255.255 と入力してください。ポートは5万と入力してください。自宅内の同じ Wi-Fi 内の場合は設定が簡単ですね。変更は Mac アドレスだけです。起動確認のピングを送信する IP またはホスト名は iPhone の IP アドレスを入力してください。ノートは特に記入不要。B、自宅外の場合、ネーム OR ホストナムは分かりやすい名前を自由に書いてください。Mac アドレスは読んでメモした Mac アドレスを入力してください。数字と数字の間はにしてください。IP アドレスは5でメモしたグローバル IP アドレスを入力してください。ど変わりますので、その都度変更が必要ですが、DDNS を設定している方は DNS 名を入力すれば変更する必要がなく便利ですね。ポートは6でメモしたポート番号を入力してください。起動確認のピングを送信する IP またはホスト名は iPhone の IP アドレスを入力してください。ノートは特に記入不要。自宅外はちょっと難しいですが、よく注意すれば問題はないですね。以上で設定は全て完了です。使用したいブートの横にあるチェックボタンにチェックを入れて、画面下のブートボタンを押すと PC の電源が入るようになります。自宅外の場合はここからさらに VPN 接続をして FE ファイルエクスプローラーなどのファイルアプリで共有フォルダにアクセスできるようになります。なお、スリープ状態の PC の電源を入れるのは瞬間的に入るんですが、シャットダウンした PC の電源を入れるのは入ることは入るんですが、ちょっと時間がかかります。何かチェックしていて一瞬固まっているのかと間違うほど時間がかかります。ちょっとこれは実用的ではないので PC は
スリープで運用することをおすすめします。また逆に起動している PC をスリープにしたり電源をオフにしたりするのはまた別のアプリを使うこととなります。オフリモートなどの安いアプリもあることはあるんですが、全て有料です。無料のものは残念ながらありませんでした。まあ自宅外からアクセスして PC の電源をオンにした場合、そのままでも PC の液晶は切れるでしょうからほっとけばいいかとも思いますが、気になる方は PC のスリープまたは電源オフもぜひお試しください。私も試しましたが操作自体は簡単でした。課金はしてません。以上です。